日本で暮らしていると時間を守る、街が静かで清潔、人との距離感がちょうどいい。これが当たり前になってきますよね。でも逆に日本人が韓国に住むと想像以上にしんどいと感じるポイントが多いのも事実です。僕は韓国で19年、日本で9年住みました。毎日の生活レベルで見えてきた違いがあります。今日は5つを紹介します。比べる文化、超競争社会、パリパリ文化、細かな風習の違い、家の値段です。まず一つ目、比べる文化です。一番わかりやすいのがインスタグラムです。今日はどこに行った？何を食べた？どんな服？投稿を見るたびに無意識に自分の立ち位置を測られる感覚があります。象徴的なのが、この10年で一気に広がったおまかせ文化です。皆さん知ってますか？これ、日本ではお寿司屋でネタを職人さんにお任せしますよ、みたいな文化なんですね。これ、韓国ではですね、高級で見せるための体験として広まっている場合があります。おまかせ寿司、おまかせおでん、おまかせ韓国料理みたいに広がっています。写真を撮って投稿にあげるんですよ。他で言うと車もそうです。もちろん実用のための人もいますが、この車はこの経済レベルというメッセージとして使う人も一部いるんですよ。極端な例だと、病院で出身大学をバッジで表示している人もいます。このお医者さんでですね、自分はこの大学を出ましたみたいな、この大学を示す場合もあります。全体の雰囲気として、常に見られている、比べられているという感覚があります。全員ではないんですけども、平均値として比べてみたら、よりそっち側に行ってるという話です。日本では、他人は他人、空気を乱さなければ OK っていうのがあると思っています。二つ目、超競争社会です。韓国社会を一言で表すなら、競争がエンジンになって回っている国かもしれません。これは比喩じゃなくて、文字通り社会そのものが競争で前に進んできました。個人レベルで見れば分かりやすいです。良い大学に入り、一流企業に行けば、20代後半で年収1000万円クラスも現実的に狙える。逆を言えば、そこから外れた瞬間、評価も選択肢も一気に挟まる。国家としても韓国は常に勝たなきゃいけない側でした。50年前は北朝鮮、その後は日本、中国、アメリカ、ヨーロッパなどに挟まれていますよね。人口も資源も限られている中で生き残るためには人を鍛え成果を出し続けるしかなかった。だから競争は社会の隅々にまで染み込んでいます。大学生はより良い大学、よりスパック、会社では結果を出さないと居場所がない。体系すら管理できていないってことは自己管理ができない人と見られる場合があります。日本のように平均値で見ると、途中で立ち止まっても大丈夫。平均点で静かに暮らせる。そんな、逃げ場といいますか、その豊かさ、余裕っていうのが、韓国にはより少ないかもしれません。この緊張感の高さがエネルギーにもなり、同時に日本人にとってはこれが生きる詰まる原因にもなると思います。3番目、パリパリ文化です。まず日本の暮らしを思い出してください。電車は1分遅れただけで謝られます。街にはゴミが落ちていない。学校や職場のルールもまあいいか、手は終わらせない。この丁寧に最後まで焼きできる文化があるからこそ、日本は精密機械、製造業、品質管理、職人技の世界でもう世界トップレベルに立ち続けてきました。一方では韓国には有名な言葉があります。それはパリパリ。早く早くという韓国語です。多少荒くてもいい。100点じゃなくてもいい。とにかく結果を出す。まず前に進む。例えばですね、宿題をやると考えてみてください。日本なら10個の宿題を1、2時間かけて全部100点を狙うイメージ。韓国なら20分で終わらせて全部80点で OK みたいな、この平均点で見ると感覚がかなりずれているんです。なぜかというと、この背景にはですね、韓国で1950年代に朝鮮戦争後の現実性があります。資源もない、技術もない、時間もない。日本のように昔から蓄積できている技術もなくて、アメリカのように人材が集まる環境もなくて、中国のように人材規模が大きいわけでもない。韓国の生存戦略は速さになってきました。早く作る、早く試す、早く失敗してまた走る。その結果、街の清潔さみたいなところが、この細かさ、安全管理みたいなことは後回しになる場面も出てきます。これは、欠点という見方もできるかもしれないんですけれども、ある意味ではその速さってことを選択してしまったら、ある程度仕方ない
ない部分かもしれません。4つ目、細かな風習の違いです。ここからは毎日じわじわ効いてくる一つ一つは小さいんですけれども、日本人にとっては確実に疲労がたまるポイントです。まず代表例、バス、トイレ一体です。正直日本の方にはかなりハードル高いと思います。実際皆さん韓国旅行行かれても、バス、トイレ別の宿に行きたいから東横インに行くみたいな日本の方かなり多いです。韓国ではバスとトイレが同じ空間、壁なしっていうのが普通です。シャワーで床も便器も一気に流す、いわゆる水洗い文化ですね。これ、合理的かもしれないんですが、日本の空間を分ける湿気を管理する感覚とは真逆ですね。次に公共交通手段での、電話。この電車やバスの中で普通に電話するんですよ。隣で片側だけの会話が聞こえてくるんですよ。日本人にとっては静かな空間がもう壊れる感覚になるじゃないですか。でも韓国では普通です。あと食事の場面も違います。韓国ではご飯を残すことに強い罪悪感はありません。満腹なら残して OK です。日本は粒も残さず食べなさいみたいな感覚ですよね。このようにどれも単体なら文化の違いだよねで終わるんですが、問題はこの違いが毎日いろんな場所から出てくるということです。どこに違いがあるのかわからない場面もあってですね、例えば僕は日本に来てご飯を残すっていうのがよろしくないってことを知ってなかったんですね。だから無意識中にやってたら日本人の友達が指摘してくれてやっと分かったんですけれども、指摘すらしてくれない場合があって、そのような場合はもう嫌いになってきます。このような細かなストレスあるんですね。最後5番目、住宅価格高すぎるという問題です。長く住むってなったら出てくる最終ボスです。住宅価格ですね。韓国、特にソウルは正直もう次元が違います。1億円は当たり前で、立地良ければ2億円、3億円ぐらいも出さないと家に住むことができません。ここで勘違いしてほしくないのはですね、2億円あれば、港区で結構綺麗なマンション住めるんじゃないの？東京のちょっと郊外でタワマン綺麗なもので住めるんじゃないの？みたいな感じじゃないのって言われるかもしれないんですけども、築40年とかの古いマンションでも立地が良いだけでもう1億円、2億円普通にあります。日本で言えば台東区、住内区、世田谷区みたいな普通の生活エリア 2LDK で5000万円から1億円ぐらいですかね。で、これ韓国に行くと2倍ぐらいになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。そして日本ならですね、埼玉とか千葉に家を建てて電車を通うっていう選択肢もありますよね。というのも関東は平地が多くてインフラも整ってるじゃないですか。もう韓国は山多すぎるし、郊外には簡単に行けない。このバスがあんまりなかったり、電車も繋いでなかったりとかするんですね。仮に行けたとしても、その遠い地域の交通生活インフラが不便な場合があります。さらにですね、日本のように、日本は年収の8倍ぐらいは住宅ローン、今出てると思うんですけれども、韓国はそんな感じでは出ません。僕が聞いた話ですと、3倍、4倍ぐらいの話だと思ってるんですよね。だから皆さん、韓国に仮に長く住みたいって思ったらもうどこに住むのみたいなことをクリアしないといけないっていうことがあります。今日の話ですね、もう韓国という国はうんちだみたいな話をしたいわけではなくて、この条件を大事にする人には韓国は合わないと思いますよっていう話です。実際ソウルで幸せに暮らしている日本の方たくさんいます。逆に韓国人が日本に住んで合わないという人もいます。それは逃げとか失敗とかでもなくて、自分は何を大切にしたいか、この国では何ができるか、それがマッチしているかマッチしてないかってことを分かっただけだと思います。正解は人によって違うんだと思うので、今日の話聞いて自分は何を求めているんだろうという考えるための材料になっていればと思います。僕は日本にいる韓国人留学生としてこれからも両方を知った立場をちゃんと伝えていきます。次の動画でお会いしましょう。アニョン